Please use English subtitles. よちょんワンツー。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回紹介する時計、皆さん販売されるのを待ちに待っていたのではないですか？このモデルは地獄の黙示録に出てくるキャプテンウィラードがつけていたという時計です。他にも日本人の冒険家上村直美が1974年から76年にかけて行った北極圏12000キロの犬ぞりの旅にもこのモデルの時計が携行されていました。さて、どんな時計なのかチェックしていきましょう。今回の時計はこちら。商品名はセイコープロスペックス SPDC109。別名セカンドダイバーとも呼ばれています。まず最初に目が行くのがこのケースの形。この独特のケースシェイプが面白いですね。全体的にラウンドした形状、綺麗です。ちなみに材質はステンレス。そしてダイヤシールドでコーティングされています。ケースの表面はこのように円を描くようにヘアラインが入っています。クラウンはスクリューロック式のものがついています。このケースの形状にマッチしていて、このリューズのロックがさらに外れにくくなっていますね。ケース側面はミラーポリッシュになっています。そして全体的にラウンドしています。本当に独特なシェイプで面白いです。ケースバッグも滑らかにミラーポリッシュされています。このケースのデザインは尖っている部分が本当になくてとてもユニークです。ガラスはこのように角が面取りされています。それによりさらにキラキラと光を反射しています。視認性という意味ではこのガラスの面取りは正直言うとダイヤルが小さく見えて悪いです。しかし視認性を削ってまで行ったこの面取りの加工、私はこの雰囲気に納得してしまいます。ミラーポリッシュの秒針。針の先端にはこのように赤色のマークがついています。この秒針はミラーポリッシュされているためかなり光を反射しやすいです。綺麗ですね。自身分針もこのようにテーパーになっているので光の当たり方で輝いて見えます。ダイヤルカラーはマットな黒。その上にシルバーでプリントされたセイコーのロゴや 200m 防水の表示。ちなみに初期型は 150m 防水でした。日付表示は周りのインデックスの色に合わせて白のウィールになっていますね。その上に黒字で日付が刻まれています。インデックスは平ら。ミラーポリッシュされたシルバー。キラキラと輝いています。その上には盛り上がるように夜光塗料が塗布されています。この時計の夜光塗料はこのように光ります。四角いインデックスにソード型の自身分針、秒針、ベゼルの12時位置、すべてはっきりと見えますね。実は一つだけ残念なポイントがあります。
それがこちら。ベゼルの12時位置の夜光塗料。理由は夜光塗料の上にガラス等のカバーがないのです。これではいつの間にかポロッと取れてしまう可能性があるのです。ベゼルはブラック。メタリックですがマットな雰囲気です。ベゼルは逆回転防止ベゼルになっています。軽い回し心地。それぞれのブランドごとにこの回した感じは違うので面白いです。バンドはノーマルタイプのメタルバンド。クラスプはダブルロック式。このクラスプにはこのように簡単に長さを変えることのできるアジャスターがついています。しかし微調整はできません。ケース幅は一番広いところで 44.5 ミリ、狭いところで 42.7 ミリ。ラグからラグは 46.6 ミリ。厚みが 14.1 ミリ。ラグ幅は20ミリ。腕回り170ミリだとこのような雰囲気になります。重さが 180g なのでつけた感じはずっしりとしています。今回この形の時計をセイコーは2種類リリースしました。もしよかったらもう一つの方も一度ご覧ください。ダイヤルの質感や色の違いで驚くほど雰囲気が変化するなと感じる時計です。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。